はい、こんにちは。どうも、つなぐです。今日は前々から進めているイカロス、やっていきます。ちょっとですね、前にもやってて、うーんと、まあ、投稿だけしてなかったんですけども、ずーっとちょっと最近気づいて、なんか、オープンワールドでもミッションができるようになったって聞いて、ちょこちょこ作ってたんですけれども、ちょっとね、本当にミッションできたんで、その辺紹介できたらなと思ってます。一応、まあ結構作っちゃってるんで、もうなんかいろいろ置いてあるんですけれども、1階部分と2階部分ってなってて、まあぶっちゃけ2階のやつが全部、古いのですね。ほぼほぼ。で、ここにちょっと一番最新式のやつを置いたんですけども、これね、全部電気がいるんですよ。電気が。で、一個一個本当は電気動力必要なんですけど、繋いでるの大変なんで、一回繋いで一回離してみたいなのを繰り返します。なんで、ちょっと不便がある感じですね。で、実はミッションちょこちょここなしてて、ここの畑とかもらったんで、ここにちょっと隠してこうやって、ちょっと畑作やったりとかもしてるんですけれども、どうでしょうね。この、ちょっとこう、わかりにくいんですけど、一回ちょっとこれ、ダメだ。持ち上げたらやばそうだ。今ちなみにこう、シンプルクエスト的な、シンプルミッションっていうのを受けてて、ウサギを10匹狩りましょうってやってるんですけども、意外とウサギがいなくてですね、ちょっと困ってます。で、こっちは、実はこのドリルで、ね、皆さんご存知の方はご存知だと思うんですけど、銅がすぐ足りなくなるので、そのための場所を確保しています。で、実はちょっとね、先ほどコンポジット装備が揃ったんで、ちょっと配信しようかなって思った形なんですけど、コンポジットの弓、コンポジットのこうハマー、で、こう弓とかにもちゃんとアタッチメントつけてみたいな感じで、結構完全武装してる感じにしてます。まあ言うて、その戦闘用のね、アタッチメントつけてるわけじゃないので、じゃけ熊と肉弾戦やるよみたいな、そんなレベルのものではないんですけども、まあまあまあ、ちょいちょいできるかなぐらいにはできてきたので、もともとワークショップのネオア、ネメオアーマーですかを使ってたんですけども、こっちの方が防御力が高いってことだったので、これウサギだな。お、倒した。意外とこのウサギちっちゃくて倒しにくいんですよね。よいしょ。ご存知の方はご存知だと思うんですけど、こイカロスってゲームは一応テラフォーミングに失敗したところに人を派遣して住めるような環境ってわけじゃないんですけども、なんかここの惑星に、すごいなんか地球みたいな惑星になってるんですけども、ここを要は人が住める環境にしようと思ったら失敗しちゃって、なんか生物が勝手に育っちゃってみたいな感じなんですよ。でちなみに言うとここって酸素がないのかな、なんか少ないのかわかんないんですけども、そんな設定になってるので、この青い石、オキサイドっていうのがあるんですけど、これが酸素の代わりになってるっていう設定みたいなんですよね。普通に鹿とかいるんで酸素はあるんだと思うんですけど、多分人間が活動するレベルぐらいの酸素はないのかもしれないですね。でちょっとドリル何個か設置してるのあるんで、それこで回収しにちょっと来ました。除湿機やってないんで、正直こいつらいるんですけども、ちょっとそこは走って逃げればいいやぐらいの勢いでやってます。で、ちょっとアップデートが少し前に入った関係で、わお、ちょっと初めて作っているで、なんか弾が速いですね。
アタッチメントつけたからか。で、この弓はちょっとワークショップの弓そのままね、最初、はい、いらっしゃいませ。こんにちは。もうね、このスタミナあるうちはもう全然タコ殴りでいいんですよね。ナイフもプラチナナイフ使ってるんで、そんなもうこの狼ぐらいには全然やられたりしなくてですね。ちょっとズルじゃないんですけども、バックパックをですね、結構頑張って解放したんで、肉がね、めちゃめちゃいい感じに取れるんですよ。これ最初ね、本当にマイクラとかでもそうだと思うんですけど、肉取るのが本当に大変。最初家作って寝るとこ作って、で、なんですか、ご飯確保してとかってやるのがマジで大変で、何が大変って最初の段階ってこいつ家作れないんですよ、この主人公で。レベル上がってテックツリーみたいのを覚えていって初めて、家だったりとかなんかいろんなのが作れるようになるんですけども、ちょっと待ってくださいなるんですけども、ちょっとすいません、ちょっとだけ。よいしょ。ちょっとすいません。ちょっとお掃除ロボが大変なことになってたんで、ちょっと中断しちゃいました。よいしょ。よいしょ。危ない危ない。よいしょ。ちょっとだけすいません。よいしょ。よいしょよいしょ。ちょっと戻しますね。すいませんでした。そうそう。どこまで話しましたっけ？テラフォーミングが失敗して、うんぬんかんぬんみたいな。で、本当、皆さんもし興味あればやってほしいんですけど、本当に最初、普通に難しいです。そんなに言うほどチュートリアルもちゃんとしてないんで、ミッションっていうのができたので、そのミッションをやっていくと、ちょっとずつ、こういうの作っていかないとダメなんだなとかって分かっていくんですけど、ミッションって結構単発なんで、その場その場で終わっていっちゃうんですよ。で、一回越しては、要は宇宙空間に戻って、また一回越しては宇宙空間に戻ってっていうのを繰り返しやんなきゃいけなかったんですけども、それが最近ちょっと変わって、最近じゃないですね、ちょっと前なのかな。私知らなかったんですけど、変わって、要は、できるようになったよ、みたいな感じなんですよ。なもんで、ちょっとオープンワールドって言って全然違うところになんか、あっちなんだ。まあいいや、後で取りに行こう。シンプルクエスト、ミッションっていうのをクリアすると、要は、これ借りなさいとか、これ用意しなさいとか、っていうのがあるんですけど、それをクリアすると、ポットが宇宙ステーションから送られてきて、で、そのポットの中のアイテムをもらえるっていう感じなんですけども、これもね、全然、簡単そうに言ってるんですけど、最初そもそもミッションするために、さっきの、なんか縦看板みたいな、あったじゃないですか。掲示板みたいな。あれを用意するのが、実は結構大変で、あれを用意するために、こうやってね、若いテレビ作っているんですけど、私は普通に殺しちゃうんですけども、この子たちね、帰るんですよ。成長させると、大人のテレネスって言って、普通に人間見つけると襲いかかってくる馬なんですけど、これはね、結構ね、見つかるともう逃げれないんですよ。めちゃめちゃ走っても、どんだけ走っても追いかけてくるんですよ。馬なんで速いんですよね。人間なんかもう一瞬で追いついてしまうような
でもあとレベル高いんでちょっとHP とかスタミナとかも上げてるんですけど、最初本当にそれが大変で、もう本当ぜひ皆さんやってほしい。結構むずいゲームだと思います。本当もう誰にも何も聞かないでいきなりやったら、まあまあほぼ最初死ぬよねっていうゲームですね。うん。まず弓作るのが大変ですからね。弓作るまでがもう本当大変なんで、弓作るまではもう槍作って、ジャベリン作ってみたいな。で、もう投げ槍で倒していくみたいな。いや、ほんと苦労しました。もう今思うとほんと懐かしい。最初ほんと投げ槍しかない状態で、砂漠のサソリとかね、出てくるんですけど、それをね、飼ってたんですけど、もうほんとよくやってたなって自分で思うレベルですよ。あれは本当に大変だった。まあ、なんていうんですかね。そこにあるんで、普通に、骨とかでジャベリン作れるんですよ。まあ、鉄を解放しなきゃいけないんですけども、鉄解放すると、まあ、ジャベリンとかも作れるようになって、最初木なんですけども、木だと攻撃力がね、だんだんちょっと弱くなってくるんですよ。弱くなってくると、今度敵飼ってるうちに、骨がいっぱい取れるようになるんですね。そう。骨。骨が取れるように、なんかすごい敵対してるのか気づかれちゃったのか。うさぎちゃんか。いやいや。骨が取れるようになってくるんで、じゃあ今度骨の装備にしようねってやっていくと、そのうち骨がね、足らなくなったりとかするんですよ。とか、だんだん重くなってくんでね、重ってなってくんですよ。そう。重ってなってきて、作動するみたいな感じの、それがね、結構ね、なんですかね、これはもう本当やった人にしかわかんないと思うんですけど、まあもう、なんかちょっとリアルすぎだろうぐらい、ちょっとそういうのにリアル感求めてる感じなので、リアル感って言って、まあまあリアルでこんなん一人で作れねえだろってなると、それまでなんですけど、本当ちょっと、もう私ももうここまでやったんでね、もうある程度、もうあと何やるのかなっていうぐらいまで結構来たんで、まあ、あとやるとしたら、あれですね、アタッチメント作ってる装置が、ちょっと下位のものしか作ってないので、それを上位のやつに交換するみたいなのぐらいかなーって、まあ、思ってはいるんですけど、ちょっとね、最近ちょっと、なんか必要なものばっかりパッパやってたんで、木が足りてないですね。木。しかも、これね、なんか落雷が降ってくるようになったせいでね、見てください、ほら、もう、消し済みになってる。森がもうね、消し済みになってるんですよ。あっちとこっちと、あとね、あっちもそう、あっちもそうで、ここの真ん中も確かね、あれなんですよ、雷打たれて燃えちゃったんですよね。まあ、しょうがないですよね。自然の脅威。そう、もうあと自然との戦いなんですよね、ここもね。それもなんかすごいなって思う。なんかよう作ったな、このゲームっていうぐらい、よくできてると思います。そういう意味では、もう本当に、私としては結構おすすめなゲームの一つなんですけども、まあ、おすすめなんですけどね、ちょっとね、ただね、惑星が結構何種類か新しいのが出てしまって、最後の方まで行くと、ちょっとまあそのエキゾチックっていうのを集めなきゃいけないんですよ。そのエキゾチックのなんか新しいやつで、レッドエキゾチックっていうのがあるんですけども、もうね、もうそこまでしっかりやっちゃってる人ももうめちゃめちゃいます。もうこれ確か3年ぐらい前から出てるゲームなんで、ちょっと私としてはもう遅出ぐらいの感じなんですけどね。面白かったんで、ちょっと、面白かったのと、最近ちょっと配信始めたんで、まあ見てくれてる人は、もしかしたらいるかもしれないと
思って言うと、パルワールドね、やってるんですけども、そうパルワールドをやってて、せっかくだからこっちもやりたいなっていうんで、ちょっとやり始めたって感じなんですけど、もうこうやってね、酸素、これ酸素袋なんですけど、こういうのオキサイドを使ってみたいな、なんかこう硫黄が燃料でみたいな。こんなのもね、最初ね、ほんと知らなくてね、硫黄必要とか知らなくて、硫黄ってどこにあんのみたいな。どこで取らないかんのみたいな、もうそんな戦いばっかりしてました、本当に。もう硫黄ないじゃんみたいな、もうそんなんばっかりです。本当に。結構本当に難しいと思う。なんか簡単には意外と一筋縄ではいかないゲームですね。まあ、だからこそ燃えるっていうのもあるんですけど、あとまあ、今私完全にカンストレベルしちゃってるんですけど、60レベルまでしか上がらないんですよ。で、タレントっていうのとソロタレントポイントっていうのがあって、まあ、それを振ることで、まあハマった。そう、こうやってね、ハマるんですよ、たまに。それを振ることで、まあ、体力上がったりとか、まあ、あとはストーム来た時にちょっとストームの、なんていうんですかね、まあ、暴露耐性っていうのがあって、簡単に言うと、台風の中にずっといたら飛ばされるし、なんかある、なんだこれ。あれこんなん作りましたっけ？もうちょっと、せっかくだし、回収しとくか。トントントン。なんかすごい高いの作ってる。これ届かないんじゃない？あ、壊れちゃった。なんでこんなの作ったんでしょうね。これは狼かな。ウサギですね。ウサギもういいんでいいです。生かしておきましょう。正直動植物というか、この子たちもね、あんま取っても別にね、保管する場所がなくなっちゃうんで、正直、あんまり、ここまで来ると、動物も倒す必要あるのっていう動物しかいないですね。まあ、今現状もし倒さなきゃいけないとすれば、もう、あれですね、北極熊ぐらいですかね。アタッチメントくれる。あ、でもアドバンスドじゃないんですね。じゃあいらんの。プラチナとかの方が絶対いいですね。プラチナに持っていきましょう。なんか、やばいやばいやばい。これ飛び立つときにね、ダメージ食らうんですよ。近くにいると。食らってみます？どれぐらい食らうか。食らうか。ほら食らった。吹き飛ばされた。ダメージは食らってないのか。いや、食らってるよな、多分。吹き飛ばされましたね。旅人レッカーマン。高温耐性がいいですね。砂漠の暴露耐性。高温の暴露耐性って。砂漠の暴露耐性ってなんだ？砂嵐とかですかね。うん。そう、砂漠もあるんですけど、この惑星一つで一応、ここがまあ緑が潤沢なところ、あと、砂漠と北極みたいな。あとなんだっけな。あとなんか、ここにちょっと似てるんですけど、滝がいっぱいあるところですかね。グリーンランドみたいな。なんだっけな。なんとかランドっていうのがあるんですけど、そうって言って一応なんか何箇所か分かれてて、すごいなんかカクカクしてますね。なんだ。ちょっと硫黄取りたいんで。これが硫黄なんですよ、ちなみに。今ね、意外とないんですよね。だからね、結構見つけたら取っとかないといけないんですけど、取りすぎると、あそこにも硫黄ある。取りすぎると今度、重すぎて動けなくなっちゃうんですよ。今、装備も重くなってきちゃってるんで、結構ね、そういうのがあるんですよね。で、ここが洞窟なんですけど、たまにこう、洞窟の入り口がああやってね、閉まっちゃってるんですけど、ちょっと見てください、見てください。なんかいきなりワンみたいなのが湧いてくるんですよ。結構キモいっすよね。そう。こうやってね、2回ぐらい攻撃入ってくるんですよ、あいつ。で倒しちゃえばいいんですけど、倒してもね、またね、復活するんですよね。みんなね、毎回毎回ね、相手してらんないんでね。あ、やばい。
撃食らっちゃう。こんなのいちいち相手してらんないんでね。ドリルだけ設置して逃げてる感じなんですけど、でさりげなくここも壊されてるしね。よし。こんなんね、もうほんと、なんですかね、装備も耐久度があるんで、いちいち相手してらんないんですよね。結局資源もなんか限られちゃってるんで、あんまり考えなしに使っちゃうとね、あ、また重い。シリカは意外といらないですけどね。もう一回取りに行きましょう。シリカだけ。ダメだこれ。で、やっぱ、これなんかすごいサクサク降りてますけど、これ、こうやってなるんですよ。ある程度高さあるとね、こうやって落ちるんですよ。落ちた時にダメージが、落下ダメージちゃんと食らうんですよ。ね、結構リアルでしょ、こういうところが。細かいんですけどね。あー、めっちゃハマった。何どこにハマったのこれ。ハマったんじゃないこれ。なんか、ごめんなさい。たまにね、やっぱね、キーボードがなんか調子悪いんですよね。狼も絶対いた。あ、こんなところにトウモロコシある。トウモロコシちょっとね、なんかご飯作れるの見つけたんで、それちょっと今度試したいんですけど、まあいいや。で、これでミッションができるわけ。これが、まあ、シンプル3ミッション。こちらこそドローン。ドローンね。ドローンね。あったあった。これ結構大変なんですよ。簡単って書いてあるんですけど、結局ドローンがね、敵をね、普通に呼び寄せるんでね、全然簡単じゃないんですよ。で、どっちかってこういう普通のミッションやっていくと、まあまあまあ、それはそれで面白いかなっていう。まあ、こっちの中のやつね、ちょっと中身がわかんないのは、あれなんですよね。UDA の簡易スキャンを行うとか。まあ、初めてね、いきなりやる人は多分むずいと思うんですけど、知ってる人は別にね、そんな、あれね、みたいな感じだと思うんですけど、そう結構ね、最初は本当慣れないと大変ですね。大変しか言ってないかもしれない。もしかすると。まあでも本当、マジ、やってほしい。みんなに。みんなにやってみてほしい。って思うおすすめのゲームですね。で、火かけたままだった。ちょっと鉄が足りなくなってきたんで、鉄たまには。銅をね、こうやって銅線とかにして、その銅線使ってこう、電子部品作ってとかってやっていかなきゃいけないんですよ。いやもうほんとね、面白い。これなんかもう大変なのが面白いなって思う世代になってしまいましたよ。自分でも思うんですけど。なんか、まあもうそれこそデモンズソウルとかね、もうダークソウルとかね、知ってる人は知ってると思うんですけど、もうああいうのをもうほんと楽しくてずっとやってた時があるので、そう考えるとね、やっぱね、もうちょっと近いもの感じますよね。面白い、本当に。もうなんか、なんかこう手に入ったやつとか、なんか適当にこうやって集めてるんですけどね、ぶっちゃけいらないんですよね。もうコンポジット作っちゃったんで、どっちかっていうと、こう管理体制あるやつをね、そう、でも7しかないんですよ、こんなの。ファーチェストとかでも30か、30って、そう、20、そうで20とかで全然北極行っても、まあダメージは食らわないんですけど、なんか普通に視界が悪くなるんですよね。一回行ってみますか、北極。それでもいいですけど。なんかないのかなあ、そっか、なんか思ったら製薬代ランク上のやつ作ってないですね。あれランクっていうかこう、そうこうやってなってるんですよ。こういう感じなんですよ。
血液サラサラ錠剤とか防止してくれる。ベリージャムとかね。もう体力って書いてあるのが実はヒットポイントじゃなくて、スタミナのことなんですよ。もうそれに最初気づかなくて本当苦労しましたけど、それも。そう。だね、体力って体力じゃないんですよ。僕らが思ってる体力じゃないんですよ。それね、HP じゃないんですよね。スタミナなんですよね。そう。ね。そんなのも知らないと全然ね。いや、でもいい感じに石の、もうここにいるときはもう石が、どっちかって石であればもう、そう、タレントがこんな感じですね。でもある程度取り切ったんで、わざとなんか50の時に取ったので止めてるんですけど、そう、まあこれはまあ好みなんで、なんか好きなの取ってくれって感じですね。これがあとソロですね。ソロのタレントポイント。なんかこういうのとか、なんだろうな、あとなんか持ち物とかが上がるとか、あれなかったっけ？算数力か。モバイルそうですね。こういうのとか、重量減らしてくれるとか、イベントの負担力っていうのが25%アップするとかってあるんですけど、ね。あと5ポイント触れるんですけど、何がいいんだろうな。落下ダメージ防ぐのでもいいのか。そうですね。あと重機とかね。そろそろね、ちょっと、銃作っていこうかなーってちょっと思ったりはするんですけど。なんか意外とソロは上の方はいらない感じですもんね。あとこれぐらいいるとしても。ほんとこれ振ったら終わりぐらいでもいいな。なるほどね。建築物の重量を減らす。これもあってもいいかもしれない。こうやって夜になってくると、こうやって夕日、ちょっとこれ明るいんですけど、こうやってなって、で、このままベッドも作ってないからもう完全に携帯用寝具のままなんですけど、こうやって寝れて、時間が7時っていう感じになるんですね。でちなみにここで今、鉄作ってるじゃないですか。なんかね、鉄もね、最初、鉄がいいんだと思って鉄作るじゃないですか。実はね、鉄じゃなくて鋼の方がいいんですよ。で、鋼の作りの方は分かんないなって思っていると、このすり鉢とかに実は鋼の作り方があるんだよってなってて、そんなん知るかってなるじゃないですか。こういうのも別にチュートリアルで確か載ってないですからね。一個一個丁寧に自分で見ていった人は知ってるんでしょうけど。ね、で、あとここがマテリアルプロセッサーって言って、これでコンポジットのペーストを作れるんですけど、これ作るときもまたほら、見てください。ね。ここまで来て、ね、急に石の状態、鉄鉱石とか、鉱石の状態でここに入れなさいっていう恐ろしい、こう、もうね、注文が入るわけですよ。ね、俺全部鉄にしちゃったよ、みたいな。もうやりました、やりました。もうそれ、私がもうだいぶ前にやりました、みたいな感じのことになるわけです。そう、シリカ取りに行かないとダメですね。困ってるから。これなんかいるね。馬車もね、こうやってほら、羊さんみたいな、ヤギさんみたいなのがいっぱいいるんですよ。あれは、なんか、もともとここをテラフォーミングさせるために、ああいう種をね、解き放ったら、勝手にこう、育ってくれて、みたいな。っていう設定なんですけど、そんなことあるみたいな。ここに、要は、ああやって鹿とか、テレネスとかを連れてきたら、勝手に惑星が1個出来上がっちゃったよ、みたいな。で、出来上がったのはいいんだけど、酸素がちょっと少ないんだよね、みたいな。オキサイドっていうのがあって、それが酸素の代わりになるので、それを
なんかわかんないですけど、どうやってか分解すると、なんか酸素が取り出せるみたいな設定なんですよね。不思議ですよね。なんかそれもね。鉱石から酸素出てくるんだ、へえ、みたいな。すげえ設定だなって思います。そうで、ちょこちょここうやって、動物たちハマっちゃうんで、残念なことに、普通にただ殺すことができる動物たちもいるんでね、かわいそうだなーって思ってはいるんですけど、ね、そろそろね、硫黄のなんか、あれが欲しいんですよ、深部交渉が。なんかスキャンがあるんで、それを作ると本当は、痛い。で深部交渉が見れるようになるっていうのがね、これ縦にできるのは何なんだろうなって思うんですけどね。で、今ちなみにコントロールをしゃがめるんですけど、普通にスペースでジャンプで、シフトで走って、コントロールでしゃがむみたいな、ちょっとなんかよくあるような感じの操作法なんですけど、あと WASD で前、後ろ、左、右って動けるんですけど、もう結構ステルスが大事で、あとちなみにその装備によって速度がね、すごい変わるんですよ。こうやって。ちょっと遅いじゃないですか。これ、剣っていうか短剣ナイフか。ナイフにするとちょっと速くなるような、そういうタレントを取ってたりとか、あと、ナイフ持ってる時の方がステルスは、なんていうの、その敵に気づかれにくくなるみたいな、そういうタレントがあったりとかをするんで、ちょっとそういう組み合わせとかもね、やっていくといいと思います。で、ここちょっとなんか、ね、へんてこな形のやつ作って、これね、醸造所っていうのを実は作ってて、何この発泡スチロール。めっちゃ欲しい。これもなんか、ははは。なんかすごいな。面白いな。よく。ここで要はコンポジットの意味作るんだったらここじゃないと作れないみたいなとか。あとコールドスチールっていうのがあるんですけど、これがね、よくわかんないんですよね。凍結鉱石って言って、私全然雪のところ行ってないんで、あれなんですけど、こういうのがあるよっていう。そうで、これ投げナイフとかジャベリンとかは槍を解放すると勝手に出てくるんですけども、今となってはもう使わないかな。そう、コンバットナイフとマチェットをちょっと作るかどうしようかって悩んでるんですよね。66の70。66の70だと、普通でマチェットの方が弱いな。作る意味あるんだろうかって感じですね。チタンのナイフ、そっか、今プラチナのナイフなんですね。チタンのナイフにすると71の75になるのか。チタンにした方が強いは強いんですけどね。基本的に肉弾戦で戦うっていう選択肢をしない方がいいゲームなんで、普通に考えて人間なんで熊とかに襲われて弱いじゃないですか。だから、おすすめはしないんですけど、これがね、見つけられないんですよね、このキルリストっていうのは。もう何回やってもダメでね、ちょっと諦めちゃってるんですけど、ストレンジハーベスト、生物研究。これで作ると、なんかこういうのが、このオープンワールドの状態でできるっていう、ACS の実験装置を開始するとか、水準気調査。で、ここはちょっと空いてないんで、やってないんで、ビギンオペレーション、戻る。極寒エリアのシェルターにディスラプターを設置し起動する。絶対これティア1でやれるあれじゃないと思うんですよね。ティア1っていうのが要は、
このテックツリーのランク1、ランク2、ランク3、ランク4なんですけど、でもね、言うてわかんないですよね、最初ね。ティア3も必要なんだ。イカロス VIP の基地をビルドする。最初ちょっとこのミッション系でだいぶ苦労してやってたんですけど、そのうちね、やんなくなるんですよ。もうね、決まったやつしかやんなくなるんですよ。そう、こうリバーランズだ。リバーランズですね。滝があるんですよ。なんだ、メリディアン抽出。金属原料を採取するための新しい装置をテストする。隠蔽工作。失敗した実験結果を回収して破棄。汚れシガと。排除。なんかこの、あれですよね。ミッションの名前がなかなかいやらしいですよね。なんか怖い音してるのなんだ。なんで、ちょっとなんかそっちやらないでこっちの、こればっかりやってますね。さあ、ちょっとレーダー系やっていきますかね。ちょっと一個だけ見せましょうね。あんまりちょっとこう時間かけるのもあれなんですけど。よいしょ。これ止めてなかったな。なんかちょっと木取りに行っていいですか。ごめんなさい。木が足りてなかったみたいです。それこそ最初、こうやって石とか落ちてるのを、こういうのとかで、こう、いいとかでこう、拾ったので、製造で、この、ツルハシとか石のとか作って、木を切っていくんですよ。こうやって。もう今、あれですけど、最初半分ぐらいだし、攻撃速度もこんな速くないんで、地道にそうやって、で、まあレベル上げたりとかして、木の、で木材取って、石取ってってやって、どんどん進んでいくんですね。ちょっとね、なんかまあ、全然なんか、今いろんな人がやってるんで、まあ、見ればもう正直分かっちゃうんですけど、なんか、まあ、面白そうだなって最初思った時に、なるべく見ないでやろうと思って、本当に分かんなかった時とかだけ調べたりとかしてやってたんですけど、本当に分かんないです。もうびっくりするぐらい分かんない。なんかもう何が必要なのか分かんないというよりも、何でどれが作れるか分かんないんで、もう、とりあえず一個一個、もう、立ててみるみたいな。装置みたいなのを立てて、で、ああ、これこうやって使うのか、みたいな。これはこうなるのね、みたいな。やっていかないと、もうどんどん詰まっていくんですよ。さっきの鋼も作れないとか。で、鋼が作れないと何がまずいって、もうなんか、出ない。何がまずいって、さっき、普通に今使ってるプラチナだったりとか、チタンだったりとかって、飛んで素材があるんですけども、そもそも素材取れないんですよ。そういう鉱石たちが取れないんですよ。なんで、鋼にまず最初つまずくんですよね。でも私は普通につまずいたんですけど、鋼ってどこで手に入んのみたいな感じになって、で、もうしょうがないからちょっと調べて、すり鉢か、みたいな。そっか、すり鉢あったわ、みたいな
考えればわかるじゃんみたいなのじゃないんですよ。もうわかんないよ、そんなのって思って。いや、調べて早く解決すればよかったみたいな。最初それでわかんなくても何回もなんかこうオープンワールドっていうか、オープンワールドじゃないんですけど、なんだろうな。その、なんですか、ミッションやっては出て、やっては出てみたいなやって、うわ、またわかんないわ、みたいな。これどうつくんだろう、マジで、みたいな。をずっと繰り返してましたね。本当に。こんななんか、育てるのも、なんか最初難しい、大変っていっぱい書いてあって、うわ、そんなんできないじゃんって思ってやってなかったんですけど、やってみれば別にそんなできなくはないけど、多分数集めるってなると、集める前に腐っちゃうとか、そんなオチなんだろうな、みたいな感じですね。多分そういうことだと思います。集められないんじゃなくて、集める前に、その規定の数集める前に、古いやつがどんどん腐っていくんで、食べ物も時間がね、ちゃんとあるんですよ。時間でね、なくなっていっちゃうんで、どんどん腐った食べ物みたいなのになっていくんで、エポキシ樹脂がないですね。エポキシ樹脂はとりあえず、木を今取ってきたので、400個作って、あと2個。よいしょ。よいしょ。後で本当に動員語とかめちゃめちゃ必要って気づいてもちょっと鳥肌立ちましたもんね。もう必死にドリル作りました。マジで。必死にドリル作って、もうこれでなんとかなるやろってやってましたもん。まあなんともならないんですけどね、それでも。全然足らないからもう、今、近くにまさかの銅のあれがもう一個あって、ラッキーって言って作ってますけど。で、19どこに、違う、エポキシ樹脂だから、19持ってっちゃダメだ。エポキシが何個っていうか、エポキシ何に使うんでしたっけ？え電子回路作りたかったのか。10個ぐらいでいいか。10個だから20個か。そんないらない。失敗。よいしょ。で、よいしょ。で、具材も、ジューシーにしちゃいましょう。結局ね、あんまり木材っていうか、木の枝なんですけど、あれもあんま使わないんですよ、正直。最初はね、ちょこちょこ使うんですけど、だんだんいらなくなってくるんで、酸素ボンベ全然減らないな。今、台風来てます。レーダー遠いなぁ。いいか。どう取りに行き方で取りに行くか。ちなみにジャンプこんだけしかしないんで、全然、こういうの登っていけるとか考えてると、全然登れないです。はい。なんかジャンプで登っていくとかっていうのはないですね。はしごと、あとは斜面みたいなのが作れるんで、それでまあなんとか登っていくみたいな感じですかね。最初、ジャベリンで倒すの大変ですよ。ぜひ皆さんも体験してほしい。ジャベリンで狩猟生活。楽しいですよ。本当に。マジで本当、冗談抜きで。
最初は本当に楽しいです。最初は全然危険地帯とかにいきなり放り込まれないんで、まあ、いてもさっきみたいな狼がちょっと襲ってくるかなみたいな感じのところです。なんでまあ狼ぐらいだったらまあナイフ作って、まあ、ジャベリンと槍でまあやれるかなみたいな。最初弓は作れないんで普通に投げ槍で倒す感じですね、最初は。まあ、落ち着けば全然まあ素手はさすがに無理ですけど、痛い痛い。こちら毒食らうんですよ。なんでね、あんま戦いたくないんですよね。どっかに狼めっちゃいるな。いたいたいた。もう狼倒しまもしょうがないんでね。めっちゃなんか重なってるな。あっちゃこっちゃで泣いてんだ。レーダーってこれか。地下どこ？This is precise as the data gets. See what you can find. やってみましょう。で、これね、最初ね、これアクティブモンスターがね、攻撃しに来るんですよ、このレーダー。音鳴ってるんで。でもなんかいけそうですね、このままもしかすると。って言ってたらいきなり後ろからダーンってやられたりとかするんで、マジ、これ気をつけないとダメです。あ、来てる来てる来てる。コモドドラゴンかい。まさかの敵コモドドラゴンかい。あ、もう一匹来た。この見つかってるモーション出るとこのモーション出てるとステルスの弓のやつが当たんなくなるんですよね。もう一匹来た。で入っちゃったんですよ。あ、痛い。ありゃ。ちょっと痛いの食らっちゃいましたね。いた。なんでお前いるねん。そういうさ。もうさ。ここにね、こうやってね、草が生えてると邪魔なんですよね。はい、クリア。はい、クリアだけど、もう一体だけ来てる。で終わりかな。はい、全部。カーハギするの忘れない方がいいですよ。カーハギすると経験値入るんで。左上見ててもらうと分かるんですけど。500、あ、テレウス来てる。どっち痛い痛い。いきなり来るなって。コモドドラゴンまだいるよ。なんでおるん？あ、痛い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 。痛い痛い痛い。もう止めて、ちゃんと。とちゃんもう終わってるよって。痛いな。ほっとくとね、狼がね、寄ってきちゃうんでね、ちゃんと顔外しとかないとね、ダメなんですよ。でこういうことやってるから肉がどんどん増えてくる。まあ、肉今ちょっとね、消化できるようになったんで、
全然いいんですけど、ちょっと前肉がね、全く何に使えばいいんだろうみたいな感じになってたんで、ちょっとね、バックパックがね、ちょっといいやつにしちゃったんで、めちゃめちゃ肉手に入るんですよ。他の近くにおる。あれここら辺に来たのいなかったっけ？倒したかな。はい、屍が気づかれましたね。よいしょ。で、あとはこれ回収して、で、こうか。で、これに、さっきのこの G のやつを入れると、しないってなって、高いの来るんで、クラブ。びっくりした。で、これで、リワードがもらえるという。わー、どれもいらない。どうしよう。いちごの種もいらない。精錬炉もいらないな。そう、これたまになんかこう、表解除されるんですよね。これが怖い。あれのもいらないしな。いや、精錬炉ってデンジャーじゃないよ。レベル上がりましたね。これ経験値が入るんで、まあまあまあ、ちょいちょいうまいかな、みたいな感じ。敵もね、いっぱい倒すし、みたいな。待って待って待って。骨折れてる。コマドドラゴンの噛みつき。あ、これ何もできないやつだ。あ、抗生物質で治すって書いてある。持ってますよ。よし、乗った。なんだ、あれって薬もね、常備しとかないとね、最初に薬なんか作ってる余裕ないですからね。そもそも薬を作る、台を作るのすら余裕ないですからね。ちゃんと落ち着いて時間かけてじっくりやれる人は全然いいんでしょうけど、ミッションとかでこう、早く終わらせたいじゃないですか。どうせそれで終わっちゃうし、みたいな。だからオープンワールドでできるようになってだいぶ良くなりましたけどね、本当に。さっき見てもらったようにできないのとかもあるんで、ちょっと全部が全部できないのが残念ですけど、ただまあ、サンドワーム倒すボス戦のやつとかもね、できたりとかするんで、そういった意味ではまあいいのかな、みたいな。で、エキゾチックとか、サンドワームとかボスとか倒すともらえるんで、とりあえずそれがもらえるミッションだけはこなしとけばいいのかな、みたいな。はい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 。逃げな逃げな。そんな変なとこ紛れ込まない。前に一回この砦の中にウサギ入ってきましたからね。普通に。なんでみたいな感じで普通に入ってきました。本当にこの調理台作るのですら躊躇するレベルですからね。とするといらないかな。でこれ破壊ってやると一応その作る時に使った素材の半分をゲットできるので、これは全然覚えておいて損はないかなって感じですよね。そうこういうのを駆使して、どん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 拠点を大きくしていくみたいな感じですかね。ただ拠点が大きくなるのはいいんですけど、なんか素材がバン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 手に入ってしまうんで、すごいダメージ食らってるぞ。なんだあいつ。なんだ敵同士で争ってんのか。そんなことないな。そう、これ不思議なのが肉食獣が草食動物狩らないんですよね。これだけ本当に変だなって思うんですけど。なんでじゃああいつダメージ食らってんだろうみたいな感じですよ。すごい疑問。ウサギか。なんでダメージ食らってんの？まあ一応イカルスのゲームの
紹介って感じですね。はい。隠し客種。あ、めっちゃ近い。ありがとう。ちょっと取り行ってきます。これがね、一番うまいんですよ。意外となんか、ちょっとしたものが、ただでサクッと手に入ってしまうっていう。あと、これをね、知ってれば、全然私知らなかった。俺って言っちゃいましたね、まあまあ。全然知らなかったんで、昔はあれだったんですけど、なんか、これ知ってるとね、すごい楽になりますよね。が、あったあったあった。ああいう感じであるんですよ。こういう感じで。よいしょ。わお。めっちゃご飯ばっかり。ありがたいけど。ありがたいけど、こんないらない。どうしよう。でもこれでミッション終わりですよ。さっきのに比べたらめちゃめちゃ早くないですか？取ったら終わりみたいな。見つけるのがちょっと大変なんですけどね。煙が出るっていうのに気づけば、全然一瞬で終わる話なんですけど。ちょっとこれ、返しておきましょう。そう、なんで、ご飯いらないな。どうしようかな。どこに置く？まあ、肉はここで使えるんで、使いましょう。待て待て待て。え、装備リクエストしたのって取らないとそんな早く行っちゃうんですか？え、嘘でしょ？びっくりした。キャ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 。おお、すごいな。全くあれ完成図みたいな。これ何がしたいって、ここにこれなくなった。こうしたんですよ。爆風食らうかな、もしかして。逃げろ逃げろ。危ない。さっきのはちなみにワークショップで買った装備をこっちで受け取って、またこっちで使ってたやつを向こうに渡してるみたいな感じなんですけど、ワークショップのタンクで、これが普通の魔法瓶でやって、まあ言うて水筒と変わらないんですよね、ものとしては。別にワークショップのやつに使う必要はないんですけど、あ、やばい、失敗。タンクはちょっとね、全然容量が違うっぽいんで使おうかなって。水筒戻しちゃってもよかった。失敗した。ではでは、まあまあまあ、このぐらいで、次からその紹介終わりたいと思います。よいしょ。もし興味ありましたら皆さんもやってみてください。ではでは、これはちょっと目がパチパチしそうですね。ではでは、お疲れ様です。バイバイ。